今日ちょっと前回2日前ぐらいにやったばかりなんですけど、金箔メイクをやるって言ってたので、ちょっともう一回金箔を使ったメイクをやっていこうかなと思います。はい。おはようございます。昨日ね、ちょっといただき物をしまして、これI'm From っていうねマスクを使ってみたんです。で、なんか匂いもね、すごいなんかナチュラルっぽい匂い、なんかね、韓国語でそう書いてあるから、でもね、英語にも書いてあったわ。そうでもね、すごい良かったんですよ。すっごいしっとりしてましたよ。これ良かった。ね、なかなか韓国コスメでもこっちだったらコリアンタウンとかで手には入るんですけど、そうどんなのがねいいのとかわかんないから、すごい良かった。I'm from ってやつですね。はい。でそれを昨日の夜して、そうなんかで寝て朝起きてドゥオーガニックをつけてつけましたね。はい。で今日は今日もね、そうだな、ベースメイクはやった後に金箔をつけていこうかなと思います。そう、よもぎの匂い、よもぎだった。ではい、これモイスティーヌのプロテクト UV と近いチコつけようかな。今日もう一回なんかね、買ったっていう方もいたので、これねあんまり多くつけなくて大丈夫だと思う。でそれを混ぜて、私のつけてるチョーカーはプルイですよ。これねすごい久々につけたんですけど、今日金箔使うから、どちらかというと金色でやってみました。でもこっちはシルバー、こっちはゴールドみたいな感じでやってます。そういつもねもう混ぜちゃう。なんか混ぜた方が伸びも良くなるし、でもこれは私のやり方なので、果たしてそれがいいのかどうかは分かりません。はい。で全体につけます。で髪色すごい綺麗ですよね。すごいね、超アッシュ。髪結んだ跡がついちゃってるけど、超アッシュにしてもらいました。もう多分しばらくやんないだろうなと思うから、カラーを本当はねブリーチとかしたいんですけど、でその後に今日もファミを使っていきます。ファミのライブベージュエバーグロークッションライブベージュ、グレーめっちゃ入ってる。っていうか青が入ってる。なんか青の濃いやつをちょっと入れました。なんかブレンドさせた感じ。何色入れたっけな。アッシュパープルみたいな色と、本当に超グレーを1対1ぐらいで混ぜて、プラスそこに青まで入れてるから、結構グレーだと思う。ファンデーション手のひらで顔に押さえるだけでつくの。あれさっきのファンデーションじゃなくてね、ベースですね。日焼け止めとねベースを混ぜちゃった感じで、ファンデーションはこちらです。ファミア。そうだ、今日歯磨き粉ね、なんかみんなに言われてたので紹介しようと思ったんですけど、あっちの部屋に置いてきちゃった。はい。でもうまぶたとかほんと軽くかな。なんかそんなにねすごいガチガチにカバーしたいわけじゃないので、もう本当に軽く中心
中心部分にのせますね。はい。でそうこれですね。この前も使ったビズのエンハンシングスティックエメラルドグリーンコンシーラーを使います。これ結構やっぱ馴染みがすごい良くていいです。コンシーラーやっぱここはね赤いのがあるからちょっとそこだけ今日のご予定は何ですか？今日はねお仕事行く予定なんですけど、そうなんか本当は白が保育園だったんですけど、保育園がね昨日ちょっと前に熱が出たって言ってたんですけど、そこから咳がちょっとだけ続いてたから昨日で、やっぱ咳とかしてるとね保育園連れていけないから、今日の朝本当に結構まだ続くようだったらどうしようかなって思ってる感じなんです。はい。で軽くつけたら、今日ねちょっとこれしようかな。サンスクリーンのナチュラルホワイトニングミネラルパウダーサンスクリーンMIMC のやつですね。なんかねこれね全然粉っぽくはないんですよ。ただ今日ねあれするんです。ファンデーションじゃない、パウダーのアイシャドウするんですよね。だからパウダーのアイシャドウだとやっぱねベタベタするとねつくのがちょっとあれなので、なんかダマになっちゃったりしやすいので、少しこれで押さえて、眉毛先に描こうかな。眉毛ね薄めの、この前ちょっとビオレの使ってなかったんですけど、ちょっと唇は乾燥してるからリップつけます。リップねトーンモイストリップジェルクリームはつけます。軽くつけて、で眉毛を描きます。で眉毛描くときはでまず眉尻から描いていきます。見えるかな。から薄く描いていきますね。薄く描いていって、ここは縦です。こんな感じかな。で全体的に見て足りないところに足す。眉尻の位置は眉尻の位置ねあれですね、目の内側ぐらいで眉毛終わってる人がいるんですけど、ちょっとねこういう角度かな、鼻の小脇から延長線上ぐらいまで、まあでも本当にねそれ目安なんですけどこれぐらいで描いてあげても大丈夫。あんまりね鼻がすごいちっちゃい人はこう言っちゃうと変だけど、目安として私ねいつもこんな感じでやってますね。じゃないと眉毛が短いとね顔が大きく見えるんですよ。眉毛って本当にね印象がねガラって変わるから、ちょっとね気をつけて
描いてあげるといいと思います。でこっちも同じように薄くまず描いて、で眉頭でここと足りないところに付け足します。眉頭の位置ね、眉頭はね、目の始まる位置のちょっと手前なのかな。でも人によるんですよね。すごい離れてる人だ、でも離れてる人も内側に描きすぎると変だし、でも目の始まるちょっと内側かなが一番いいかもしれない。そう離れすぎてるとね、なんかちょっと間抜けな印象にもなるし、あと眉の形的にここが開きすぎてるとこうやっぱ古い感じがしちゃうんですよね。だからできるだけこう目と眉毛の位置は近づけて描いた方がいいかも。そう眉毛ね、昔抜きすぎてる人多分結構いると思うんですよね、私たちの世代だと。もうそういう人なんか育毛剤使うといいとか聞いたけど、どうでしょう。私ね、育毛そこまで多分抜いてなかったのか、結構ちゃんと生えてきたからあれなんですけど、眉毛ハサミで整えたりもします。抜いたりもするし、ハサミで切ったりもします。はい。でここについちゃった。これですね。眉頭から縦に引いて、これもねディオールの前回も同じの使ってたかな。ディオールの眉マスカラを使ってます。で毛流れに沿ってつけます。眉マスカラって毛流れが整えられるからね、綺麗に見えますよね。それでこちらビューラーをしますね。先にビューラーして、でこっちもビューラーします。なんか昨日病院に行ったんですけど、割となんかね、少しねベイビーはねすごい順調なんだけど、ちょっとだけちっちゃいからいろいろ調べて、ちゃんと今なんか陣痛が来てないかとか調べたんですけど、私はね全然そんなに感じないんですけど、ちょっとだけ来てるみたいで、その時測った時に2回ぐらい来てましたね、陣痛ね。だからもしかしてね、吐くの時よりも早いかもしれない。吐くの時は促進剤だったので、そう今使ったやつはナーズのこれです。ティンティッドスマッチプルーフアイシャドウベースですね。アイシャドウベースです。そうアイシャドウベースすごいね、アイシャドウ塗るときはね本当にいいかも。コンシーラーよりなんかスッとつくし、コンシーラーベースにするとちょっとねなんて言うんだろう、ベタってなりすぎちゃうから、アイシャドウベースを軽くつけてあげるといいかも。で今日ねアイシャドウ使っていくの、ナーズ使っていきます。ナーズのこれはハイビスカスっていうパレットなんですけど、パレットこれで今日使っていく色ね、これと待ってどれだったっけ、そう上2つだ。
これとこれ多分ね反転してると思うんです。これインカメラで撮ってるから。そう最近謎多い。なんかね色物とか結構やっぱ発色はいいかも。で、ベースにこれ塗って、上からちょっとキラッとさせるこれをつけます。で今日はねブラシでつけていこうかな。アイシャドウベースも使ってるし、で取ってでのせなじませて、これね可愛い色なんですよ。すごいなんかね二重の幅にねたまりますって言った人はアイシャドウベース試してみるといいかも。ちょっとなんかさらっとパウダーみたいになるからいいですよ。やっぱ私ねいつもやってるメイクだとちょっとあれかもな、なんて言うんだろう、アイシャドウそうベタっとするとやっぱ溜まりやすくなっちゃったりはするかもしれない。でこっち側もいきますね。なんかね大人っぽい色なんだけど合わせやすい。あんまりなんか濃い色のグラデーションとかするのはそんな好きじゃないから、そこまで濃い色のグラデーションとかはしないんですけど、こんな色とあとなんかキラッとさせるとかにしてるかな。そうアイシャドウの色ってね難しいですよね。でオレンジ系なのかな、なんかね赤みのあるベージュって感じかも。でそうでねこの真ん中のねこいつを使いますね。ここシャドウは今使ったのはマットです。で次に使うのはキラッとする真ん中だけのせようかな。まずわかるかな、真ん中だけ。今日ね金箔使っていくからちょっとそんなになんですけど、ちょっと分かる程度に真ん中だけのせます。手でのせてもいいですよ別に。一色しか使わないから。一色とキラキラって感じ。これもね肌なじみが良くてよかった。大人っぽいキラキラで。とあと目の下こことここと目尻。色っていう色はそんなつかないんです。ただなんか大人なピンクベージュに光る感じ。そうするとねでもわかるかな、こことかちょっとわかるかな。こんな感じです。大人なピンクベージュって感じ。それで今日これ結構良かったんですよね。チカイチコのこれとベース塗ったブランドと一緒の韓国コスメです。でこれのねブラウンのアイライナーを入れていきます。でこの前と一緒でまつげのギリギリからちょっとスッてなるようにつけていきます。これすごいね極細でねわざとらしくならなくてよかった。なんかどうやらアイラインをがっつりっていうのがあんま好きじゃないみたいで、なんか目尻だけとかによく引いてはいます。でまっすぐ開けた状態でちょっと
スッとなるぐらいで、こっち側もなんか結構私のメイクを真似するとナチュラルに見えすぎちゃうっていう方もいたんですよね。だからこういうアイラインとかで、細いアイラインとかでちょっと調節しながらつけてあげるといいかも。でしかもこれ結構落ちにくくて、それも良かった。目尻にあとラインに沿ってやる感じ、こんな感じです。なんか跳ね上げたりとかしないで、そのままスッて消えていく感じです。で、私は基本的にアイライン、リキッドアイラインは上だけに使って、これを使いますね。いつもっていうかペンシルの方を使います、下は。じゃないとなんかリキッドってこうたまにね、こうリキッドで線だけがなんか陰影をつけたいだけなのに線が出ちゃったらわざとらしくなっちゃうから、これはねナチュラグラスアイライナーペンシルの02番を本当にさっきアイシャドウ入れた内側のところにスッてなじませます。そうするとグッて目が下に開くんですよね。こうならない。ここがグッて開いた感じになります。ここのここです。本当に陰影程度ですね。ブラウンです。これは今日は結構ブラウン系かも、全般的に。で、私の場合はここだけにつけます。ここもグッて開いた感じになる。で、こっち側もです。だから特にこうちょっと目が離れてるなと思う人もこことかに入れるとすごいいいですよ。あとは、目が寄ってる人はやっぱ横側だし、だから自分のこう目の形を見て、もっとこうしたいとか、もっとこうしたいとか、もっとこうしたいとかでアイラインの描く場所が変わってきます。そしたら今日ね結構ツヤツヤにしたかったから、シャネルのねスカルプティング使いますね。ハイライトです。ハイライターです。はいさん、この後に朝ごはん作るんですが、作りますね。作るんだけど別になんかそんな凝ったもの作んないですよ。白もね朝からすごいがっつり食べるっていうタイプでもなくて、でも今ご飯は炊いてる途中です。最近ねなんかたまにご飯しか食べないとかいう時もあるから、そういう時は玄米ご飯とか麦ご飯とかなんかいろいろご飯の中に入れて炊いてます。そうするとそれだけでもある程度栄養が取れるかなと思って。なんかさすがにね玄米だけってなるとあんまりどうなんだ、消化とかにも良くないのかなと思うから、玄米混ぜて麦ご飯混ぜて、たまになんかなんていうの16穀米みたいなやつとか混ぜて炊いたりしてる。でもなんかずっとそういうのやってたらすっごいなんか本当に吐くって筋肉質なんですよね。そう、筋肉質な子供になって。でベースなんだっけ、ハイライター入れたらこれぐらいツヤってなります。それでチーク入れようかな。チークね前と一緒です。あれそう、これです。ナーズのねリキッドブラシ
あとラスターですね。でガシャガシャして、ブラシおすすめしてたチークのブラシ、私結構ねリキッド使うことが多いんですよ。あんまりねあっち使わない。パウダーのチーク最近使ってないな。そう、こんな色で、そう、シャネルのハイライターやっぱねツヤがすごいと思う。だからなんか自然なツヤというよりちょっとビカッとさせたい時とかはすごいねいいと思いますよ。今度はナーズが色々欲しくないね。色物はね結構綺麗かも。ナーズ、あ、番号ね載ってないんだよな。番号載せてくださいって今来たんですけど、番号ね載ってないの。なんだろう、なんかこっちと違うのかな。でも絶対日本で手に入ると思う。そう、これぐらい入れます。で金箔酸をつけていきますね。で、まず最初に、そうコンタクトの人大丈夫ですかと言われたんですけど、私もコンタクトです。今普通の透明のコンタクトしてます。でなので別に金箔入ったりしないです。絶対に絶対にしないから大丈夫です、それは。でこういうフェイスグロスとかなんかリップクリームでもいいです。で入れたいところにまず先にちょっとそのリップクリームかこういうフェイス専用のグロスみたいなのをつけていきます。でつける場所は今日ねちょっとねどうしようかな。こことあんまりこするとさっきのメイク取れちゃうからこすらないようにして、ここと今日ね目頭やっぱ入れたいなと思って目頭入れようと思います。前回入れられなかったと、あと目の下とかね。はい、あ、マスカラ忘れてた。そうだ、バーガンディのマスカラしようと思ってたんだ。トーンのバーガンディのね03番教えていただいてありがとうございます。で03番をつけます。大人っぽい色です。でもうほんとねあんまりなんかねトーンのマスカラってちょっとだけなんだろう、水っぽくはないんですけど、でもね乾いたらすごいちゃんと吸って固まるし、ダマになるのも嫌いだからこの質感がすごいんですけど、ただ最初にそのままスポンってやってそのままつけると結構ねいっぱいついちゃうからちょっとだけ気をつけてください。でちょっとマスカラがついちゃったからちょっとだけ取りますね。はい、ではこれでつけていきます。金箔これもなぎちゃんにもらった金箔です。で本当にねちょっとずつちぎりながら使っていきます。また銀とね違う印象でね可愛いですよ。目の下こことで大きさが違うのがね可愛いんですよね。だからあんまり均一にしようとしないで、ちょっと大きいのとかちっちゃいのとかあったらいいかも。あんまり最初入れすぎるの怖いなと思ったらこういうちっちゃいのからつけていってみてください。
こんな感じとかね、下につけても可愛いんです。でほんのちょっと目頭とかも可愛いかな。目頭と、ここにね大きいの2個とかじゃなくて、ここはねちっちゃいのにした方がいいかも。大きいのとちっちゃいのとかです。それで反対側は上につけますね。上、可愛いですよね、このデブリスメイク。なんかそんなにね、大きいラメとかだと、なんだろうな、大きいラメも可愛いんだけど、もうちょっと自然な感じが良かったので、金箔ってすごいちょうどいいかも。ずれちゃった。でもね、ずれてもこうやってね、手でポロってやるとすぐ取れるんです。こことか、金箔でも洗ったりしても落ちない。本当にペタってくっつくんです。もうちょっとかな。あんまり大きくて抵抗のある人は本当にね、ちぎって入れてみてください。とか、金箔はね、ネットで買えます。こんな感じです。はい。マンバがやったらすごそうです。だからね、ベースのメイクはね本当に重要。ベースのメイクを何を使うかによって、なんかこのなんて言うんだろう、やっぱね普通とは違うメイクだから挑戦するのってちょっと勇気いるかもしれないんですけど、でもね、やってみたら結構ね好きになるかもしれないクレオパトラになりそうで、セルボークのリップなんですけど、セルボークを使います。セルボークの23番ディグニファイドリップス23番ですね。この色つけると、だから前も言ったんですけど、あんまりあれにしない。こういう銀箔メイクをやるときは、パーティーとかだったら強めの色を塗るけど、強めの色っていうとね、なんかね、こういうちょっとこういう色とかも可愛いと思うけど、そうでもない普通の日とかだったらこれぐらいのリップの方がいいかなって思います。ということで、ちょっとカラーじゃない、髪の毛を少しやります。ちょっとねこの前と一緒になっちゃうかもしれないけど、ジョバンニのシャイニーヘアワックスのチェリーブロッサムを使って少しウェットにしていきますね。今日もねせっかく髪の色が綺麗だから、もうあんまり何もしたくないなと思ってて、で毛先全体にも塗れる、ウェットになれる万能な
ワックスです。あ、今日の肌ツヤすごいのはマスクかな。マスクもすごい良かったし、あとシャネルのこのツルツルになる、ハイライターもいいのかも。このワックス買いましたで、このワックスもねすごいいいですよ。これぐらいの髪の人とか。検診はね1週間にね今ね2回行ってるんです。昨日行って、来週月曜と木曜に行くんですけど、なんかね本当はねアメリカってこう専門の、日本ってどうなんだろう、ずっと同じ病院に行くのかな。なんかウルトラサウンドってあれなんだろう、なんだろう、中見るやつ、カメラみたいにこうお腹の当てて見るやつ、ウルトラサウンドをするのに違う病院に行ってて、でそこと自分の担当の先生のいる病院に1週間に2回行かなきゃいけなかったんですけど、でもね今ね自分の担当の先生がそこでもできるよ、自分のとこでもできるよって言ったから、その担当の先生のところだけに行く。あ、エコーちょっと普通にエコーですよね。そうだなんだっけって思っちゃってた。それですね。ドキドキする。どうしよう。ハニフールも初ベイビーが生まれます。そっか、超音波ですね。超音波でいいのか、今言おうか迷ったけど、超音波っていいんだっけって。でそう、すごいアッシュ入れてもらった。でもね落ちてきた時の色がね絶対これぐらい入ってた方が可愛いと思う。なんかやっぱわかんない、その明るさにもよると思うんですけど、やっぱねあんまり染める時間がないとかいう人は本当にね最初に暗く入れておくのはすごい大事かもしれない。アメリカ母子手帳ないんです、そういうのね。なんか吐くの時にも作ってあげればよかったなって思うけど、母子手帳みたいなやつを。無痛です、無痛分娩です。無痛っていうか和痛なのかな。普通に陣痛とか超痛かったです、前も。なんか耐えられないと思って陣痛にちょっとこれはもう本当に無理だって、最初の数時間で無理です無理ですって言って、でも子宮口が開いてないと促進剤じゃない、麻酔打てないんですよね。でそれを言われて、もう、ね、何時間かかってもいいからもう打ってくださいって言って懇願して、その1時間後ぐらいに打ってもらって、そしたらもうテレビ見れるレベルでしたね。だからもう麻酔は本当にすごいと思う。そうで今日はね本当にストレートでつるってさせただけです。はい。ちょっと待って、引っかかっちゃう。でもみあげとかもね、顔周りって一番重要かも。そのツヤを出すのに。でそうチェリーブロッサムじゃないやつもありますよ。でこことでもなんか促進剤が多分結構痛かったみたいで、本当に一気に陣痛が来るから、全然子宮口開いてないのにもう数分間隔で陣痛がやってくるから、もう地獄でしたねその時は。だからもうそれはやりたくないから、できたら陣痛が来てほしいなって思うけどね、どうなるか分かんないですよね。
やっぱもう結構最後の方まで行っちゃったら、もしかしてまた促進剤やるかもって昨日言われたから、できるだけ陣痛が来るのを願っております。はい。顔周りの部屋気を使うようになりましたってあったんですけど、顔周りの部屋がね一番あれかも。表面っていうよりもここにやっぱり束感が出てると、なんかなんて言うんだろう、ちゃんとしてる感じになる。あと前髪とかね。はい。妊娠中はどんなもの食べてますか？妊娠中どんなもの食べてるの？割と普通です。普通だけど、プレネンタルバイタミンっていう、日本で言うと何なんだ、葉酸かな。多分葉酸だと思う。葉酸を飲みなさいって多分言われてると思うんですけど、日本の人もそれとかをなんかすごいこういうでっかいボトルで買って、でそれを本当は朝昼晩なんですけどなんか抜けちゃって朝夜とかに飲んでます。ハクが起きたかな。ハク早いな、ちょっとパパさんがいるので大丈夫です。それで今日ねつけてるやつをちょっと紹介しようかな。これがねフォークイヤーカフ、今日シルバーとゴールドのミックスをしてみました。フォークイヤーカフ、これはメメントイヤーカフでラバピアス、これはかなりみんな持ってる人多いんじゃないかなと思うんですけど、私もすごい好きで、これはもう本当にこっちに引っ越す前から持ってるかな。4年ぐらい持ってるかも。でこれがヒュームチョーカーです。ゴールド。これで結構ね、なんかあんまりサテンっぽくなっててキラキラしてないから、こういうなんか茶色とかなんか焦げ茶っぽい服とかにも合いやすいです。これもラバですね。でゴールド系だとアリードリングと、あとねこれがねあれです、バイトオーダーできるやつ。そう小指のリングのサイズいくつだろう、ちょっとちゃんと測ってないか分かんないけど、でも多分ね太いやつだと少し大きめの方がよくて、細いやつだとその自分のサイズっていう感じにしてるから、多分3か5だと思います。でバイトはね石が入ってるんです。で18金でオーダー製です。そうオーダー製です。こんな感じ、いろんな石がね入ってて可愛いんです。はい。でドロップスカフ、最近よくつけてるドロップスカフとデブリスチェーンリング、これもよくつけてる。でこれはアイセコーですね。これもよくつけてる。この辺最近よくつけてるかな。です。そんな感じですね。はい。そう特にねすごいプレーに関してお知らせというのはないんですけど、前回から言ってるんですけど、金沢のね催事ね17日からなので、ぜひ金沢お近くにお住まいの方は行ってみてください。金沢、ひかりちゃんの地元の金沢ですね。はい。であれもね、スタッフも募集してます。相変わらずまだ募集してますので、ぜひ。なんかね質問が1個来てたかな、どうだったかな。そう、新卒の採用ありますかっていう質問来てたんですけど、新卒の方でもありますよ。大丈夫だと思う。だからあんまりそんなになんかの経験がないといけないんですかみたいなのは特にないです。ジュエリーの販売の経験なくても大丈夫だし、むしろ今働いてる子たちは、ひかりちゃんなんてネイリストだったし、そう全然違う結構事務系の仕事してるところからプレイの仕事してる子もいます。だからねそういうのは全然関係ないですね。はい。ひ
ひかりさん金沢に行かれますよ。ひかりちゃん地元だからね、金沢行きます。インスタに上がってた可愛いブラウス、黒いブラウス素敵でした。インスタに上がってた黒いブラウス、私あげてた？わかんないな、どれだろう。ちょっとまたもしなんか何月何日の投稿とか言っていただけたら。歯すごい言われるんですけど、最近ね妊娠中だからそんなにホワイトニングとかもちゃんとできてないし、でもね自宅でやるホワイトニングはやったりはしてます。あとは自分歯医者さんには行ってますね、クリーニングは。柄は着ないですか？今日ね柄物と迷ったんですよね。でもそんななんかガラガラってしたのはあんまりないかもしれない。そうなんですよね。結構なんか生地を選びに行くときにその生地屋さんに可愛い柄があればいいんですけど、そんなになかったらね、あんまり柄物は着ないかも。いい柄があったら今度なんかロングスカート作りたいなと思ってて、ちょっとなんか派手な柄があったらいいなって思って見に行こうと思ってます。はい、ではちょっと質問に答えて終わりにします。今どれぐらいだろう。あと10分15分台15分ちょいぐらい、15分台ぐらいかな。はい。じゃあ今からの質問に答えていきます。歯磨き粉ね、何使ってますか？歯磨き粉は使ってるの今持ってこようとしたんですけどちょっと忘れちゃったので、また今度。なんかナチュラルなやつです。炭歯磨き粉のチューブを使ってますね今。ジュエリーはどうやって保管してますか？いっぱいありますよね。いっぱいあります。ジュエリーのポーチがあるんで、それもね今度またお見せしようかな。しばらく見せてないから。ブルイの会員の方が買えるやつなんですよね。だからブルイたくさん持ってる人は持ってると思います。ブルイ新作出る予定ありますよ。あります。なんかねジェムチョーカーとかも今いっぱいジェムをちょっとまた新しいのが入ってくる予定なので。アックは今何してますか？アック何して今ねダディさんと仲良くやってます。なんかプラスチックみたいに綺麗ですね。最後プラスチックみたいに綺麗。モイスティングもの効果もあると思うけど、あれですね、シャネルのハイライターかな。披露宴でスモーキーピンクドレスを着ます。リップ何色がおすすめです？いやもうね肌の色とかによるからここで下手に言えないですね。その披露宴とかだったら本当に肌の色とそのドレスの色とマッチする色っていうのを鏡で、大きい鏡で全体的に見ながら合わせた方がいいと思います。メイクをすると顔が派手になってしまうんですが、どうすればナチュラルになりますか？もしなんかもともとメイクしたような顔だったらもう抜いていく作業の方がいいかも。透明感を出すとか。だからくすみがあって濃く見える人もいるんですよね。ディオールマスカラ水っぽいですか？そんなことないですね。チェキリストと写真は飾られるんですか？飾ろうかな、どうしようかな。パツ前髪が似合わない顔の形ってありますか？そうだな、私も似合わないと思ってたんですよね。丸顔なんですけど似合わないと思ってたけど意外といけたから、まあどうだろう。ベースっぽいとどうなんだろうな。いやでもねそれが個性になって可愛い場合もあるんですよね。だから一概にパッツンっていろんな長さがあるから、ここはいけるとかここはいけないとかはあります。普段のメイクどうしようって迷いませんか？今日どうしよう。でもね普段ねそんなに気にしないかもしれない。普段のメイク割とナチュラルなことが多いかな。こういう金箔とかはしないかな。黄色いアイライナー購入しました。いつも同じメイクにします。
なってしまいます。使いやすいカラーシャドウありますか？カラーシャドウでも いつも紹介、でも今私が使ってるのって結構使いやすいものを選んでます。すごいいっぱいあるんですけど、その中からも日本人に合いやすい色、ある程度使いやすい色っていうのをやっぱ自分に合わないと使わなかったりもするんですけど、でも比較的日本人に合いやすい色を選んでますので、ご参考になればと思います。今からの季節どんなファンデがいいですか？クリーム系 NG ですか？そんなことないと思いますよ。でもクッションファンデ結構ピタッとくっつく感じだからいいかもしれない。人との距離感とか考えたりしますか？距離感ね。いやでもお客様はお客様の距離感だし、友達は友達の距離感だし、考えてるっていうか自然にそうなってる感じかな。はい。インナードライ肌で荒れやすいんですが、これからの季節ファンデーション何がいいでしょうか？インナードライ肌で内側が結構ドライだったらもう化粧水とかですよね。ファンデーションが何がいい？まあパウダーじゃない方がいいんだろうな。そうするとドライだとクッションファンデかな。旦那さんと出会ってからプリューしたんですか？いや違います。先にプリューしてて可愛いジュエリーがあるなって思って、でもその時は日本でどこにもロンハーマンとかで取り扱い始めたばっかりだったのかな。4年だからもう本当に多分そのブランドが始まったばっかりぐらいの時に知って、でたまたま私が、LA に3ヶ月仕事休んで留学行くっていう時があって、で LA に来た時に一番最初に会ったのはその時ですね。出産されたらライブお休みですよね。どうします？わかんない。その子によるかも。でもね、お母さんが来てくれるんです、私の母親が。だからで例えばハクが保育園に行ったりモレナが来てくれたりしたらライブができるなって思って、そうなんです。でお母さんにねちょっとだけベビー見てもらったりとかしながらできたらいいなって思ってますよね。できるだけやりたいですね。なんか多分やってる方が私もね元気が出るし。シミそばかすメイクで消すにはどうしたらいいですか？シミそばかすシミそばかす消してないです私。シミとかそばかすとかそのままにしちゃってます。だからもう消したい時はコンシーラーで本当にがっつりやると思うんですけど、私はしないです。今度保湿してる時も見たいです。でも普通にこう優しく手になじませてこうしっとりさせていくだけです。デブリス超過2歳差ベビーは計画されましたか？いやしてない。でもね1歳過ぎるぐらいまで2人目はあんまり考えてなかったんですよね、実は。なんかねやっぱこう仕事的にもまあ一人でもいいかなって、なんかちょうどいいかなって思ってたんですけど、やっぱハクが大きくなるにつれてでももう一人いたらハクも楽しいだろうなと思って、そこからね少し過ぎたぐらいから考え始めましたね。1歳過ぎて1歳半ぐらいかな。で今ハクもし今ベビーが生まれたら1歳8じゃあ2歳8ヶ月差だからちょっとね3歳に近づいちゃうけど、まあでもちょうどいいかなと思って。ハクも今言ったら結構わかる感じだし、こうね理解してきてくれてるから、理解がねない時に産むのはちょっとね怖かったんですよね。だから本当に年子とかも本当にすごいと思う。あと双子もすごいと思う。尊敬しますね。
ちょっと待って、どこまで読んだか分かんなくなっちゃった。デブリ視聴会について購入迷っています。コーティングが剥げたりしませんか？シルバーはしないです。もちろんゴールドはね、ゴールドってねプレーティングなんですよ。これもそうなんですけど、だからもしでもつけっぱなしとかだと結構あれかもしれないけど、デブリ視聴カーってつけっぱなしにすることないと思うので、すっごい長く使ってるとそういうこともあるかもしれないです。でも私が持ってるもので剥がれてるものはないかな。最近使われているコンシーラーはそばかすとかにも使えますか？一応使えるけど、でも完全にカバーするっていう感じではないかも。だから本当にコンシーラーもう超カバーしたかったらがっつりのものを、ファンデーションとかもリキッドのかなりベトってつくやつとかをした方がいいんじゃないかと思います。でも私はそのなんかあんまり隠すって感じにもしたくなくて、ただ大切にしているのはツヤとかですね。石の買い付け事務所で1年に1回ですね。1回です。真っ青のマスカラにおすすめのシャドウとリップを教えてください。以前のね投稿をねちょっと見返していただければ、真っ青のマスカラも使ってます。また今度真っ青のマスカラもやりたいなとは思いますね。ベースはやっぱりオーガニックですか？デパコスよりオーガニックの方がいいですよね。実はでもモイスチュリーってオーガニックではなくて、でもデパートコスメって私もね匂いのあるやつは本当苦手なんですよ。あと結構ブツブツができたりする。でもオーガニックでもたまにブツブツはできます。だから多分本当に合うものを選んで使ってるから、完全にオーガニックにこだわってるわけではないです。はい。ロストピアスが欲しくて悩んでます。はい。ロストヘアピアスね、本当に可愛いですよ。私もデザイナー的にも多分あれが一番結構デザイン的に好きって言ってました。はい。もう7年前にニキビがあったんですが、どの辺、この辺にあった。結構全体的、ほっぺたが主だったかな。あとね、口の周りとか顎とかにもありました。海外でポップアップ予定ありますか？韓国希望。韓国どうだろうね。まずニューヨークとかを考えてるけど、海外っていうかアメリカですけどね。もともとね、でもねパリにもね出してたんです。ポップアップじゃなくて普通に置いてたんですよね。だけどね、そこのお店なくなっちゃったからパリにも置いてないんですけど、でも今はあれです。そう、ニューヨークのポップアップとかもやりたいなとは思っております。はい。でね、今ね1分36秒になっちゃった。なんかすごい早かったんだ今日。デブリズメイクするとその時間にちょっと取られるから、またねまたやりますね。はい。そしたら今日は今日ヘアやらないんですか？今日はねウエットにしただけで終わっちゃいました。ではまた1週間に2回って言ってるんですけど、私の時間があれば全然やろうかなと思いますので、もしかしてね昼の時間でもいいかなとは思って、だからそっちの朝になるかなとは思うんですけど、はい。また白がママどこって出るはい。ではまたやりますのでよろしくお願いします。